一人の男が時代の果てに立ち尽くす。名誉よりも、誇りよりも、この紳士に祝福を。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、ブラウン、ティレルホンダ020を制作いたします。このキットの初版は1991年、日本中が夜更かししていた時代。少々失礼でございますが地味に早かったマシンとして記憶に残ってございます。丁寧に組むと泣きたくなるほどに美しいキット。この貴重なキットに今回は犠牲になっていただきましょう。几帳面な出品者様なのかプチプチで包まれていますね。30年近く経過したキット。まだコンピュータより手の感覚が信じられていた時代。平成初期の空気を感じることができます。タミヤ様の成形は時を超えても端正。まるで職人の時間がここに眠っているようでございます。デカールは時間の経過に抗うことは叶わず変色が進行していました。数日間にわたる窓際放置漂白の刑に処したのですが、見上げた精神力で口を割ることはございませんでした。このデカールは鑑賞用のコレクションとして生き延びていただきます。ほんのりと時の流れを感じるように染まった説明書。誰かが未来の私たちのために保管してくれたように美しいです。メインカラーはライトガンメタル。なんか持ってたような、なかったような。正直こういう微妙な色って作り手の感情次第で好きに選んで良いと思います。当時の配色図がこんな感じでどこか緩くて心が落ち着くんですよね。部品数は往年のフォーミュラキットの基本そのもの。タイヤは綺麗なのですがこの時点で重要なものが不足していることに気がついていませんでした。詳しいことはまた後ほど。それでは制作スタートでございます。ふと箱裏に落書きがございましたので解析してみると、初代オーナー様が購入した記録が残っておりました。1999年7月29日、超新興支援店にて1200円で購入。もし何の因果かこの動画を拝見されることを願います。あなたが残した積み上げられたキット、この世からまた一つ解放して差し上げます。黒で染め上げられたランナー群。月日が経過しても美しさに変化はないようです。一目で黄金期のフォーミュラとわかるフォルム。シンプルがゆえにミスも目立つ両面性を持ち合わせています。90年代初頭の長く細いアーム類。歪みや破損しやすいので要チェックです。ボディ関連はこれだけ。バラスト少なく感じます。ですがその後にどんどん増えるのがカーモデルの闇。開封した瞬間にわかるセミグロス斑。なんなら面倒が勝るようでしたら無塗装でも良い気がします。パーツを保持するクリップを新調しました。クリップが少し大きめのサイズを使っていたのですがカーモデルには大きすぎたんですよね。まあ今更買い直すのもどうかと思うのですが、これで少しストレス軽減になるので製作効率も上がる予定でございます。フォーミュラ特有の細かなパーツの下地処理。なんとなく神経質になってしまいがちですが、フォーミュラ自体派手な形をしているので適当でも目立ちません。型場ニッパーは持っていると嬉しいだけで必須ではございません。カットしても大抵はまた削ったりしなきゃなんですよね。開封から下地処理までが今日の成果。しかし時刻を確認するのがおったないんですよね。しかもよくよく考えたら月曜だった気がします。サザエさん症候群を超えた先を生きているのが私でございます。白目向きながら仕事から帰宅すると荷物が届いておりました。
ヨドバシ様はなぜか置き配してくれない郵便局から届くんですよね。この塗料1本でも送料無料という驚異の流通システム。今回はスプレー缶から摘出するのが面倒だったのでフィニッシャーズ様の塗料を選択。まあこの色も今回限りで使い道がなさそうでございます。縦に分割されたモノコク。フォーミュラ特有の構造なのですが問題になるのがシートを後はめできるかどうか。このキットは後からでも無理やり押し込むことが可能ですね。先に装着しなければならないキットだとマスキングが大変なんですよね。合わせ目消しはタミヤ様の流し込み接着剤を使いました。フロントウィングの精度は素晴らしく合わせ目消しの必要がないほどです。念のために消しておきましたがいらぬ心配でした。サイドポンツーンのダクト。このくらいの別パーツ感なら気にならないのですが、何の気まぐれか無意識に合わせ目消しを始めていました。もう時計の針が虹を刺している気がします。完全に自分をいじめてゆくスタイル。さっきから頭ガクガクしてるんですけど。V10 のエキゾーストパイプ。全バラ DFV エキゾーストパイプと比べたら凄まじい成形技術の進化を感じます。今回のキットは塗り分けなしで使用する塗料も少ない様子。体調万全な週末なら3日3晩不眠不休で進めると完成しそうな気がします。この後セミグロスブラックを塗装し終えた瞬間に水まで気を失いました。私の動画には珍しく凄まじく良いお天気。今日は予定が盛りだくさんでまずはバイク屋さんから、通勤用のバイクを新調しようか迷っているんですよね。新しい株価。未経験の125か250のスクーターも新境地に目覚めそうです。高すぎて草。最近のバイクのお値段にビビり散らかしてお店を出ちゃいました。新車の株が総支払い額40万って一体どうなってんの？もしかしてゴられてんじゃねえのかと。気を取り直してお次の予定先へと移動しましょう。無意識の臨界状態。典型的な深夜プラモデル症候群を改善するために今夜は早めに寝ようと企んでおります。今を頑張るために栄養ドリンクを決め込んでおります。なんだか栄養ドリンクの効果が現れてきたのか目が冴えてきたような。カーモデルのシルバーはスーパークロームシルバー2があれば他は必要ございません。安くてどこでも購入できるのが良いですね。塗らなくても成型色でティレル020の色になっているような気がします。ですがせっかく購入したフィニッシャーズ様のライトガンメタル。たまにしか使わないフィニッシャーズ様のピュアシンナー。そやった。フィニッシャーズ様は堅くなに内蓋をやめない不屈の精神。あともうちょい瓶と蓋のクオリティ上げてくださるとコレクションしがいがございます。工業地帯に流れる溝の色してて胸がゾクゾクしますね。フロントウィングにだけホワイトで塗る必要がございます。
この箇所の純正デカールも用意されていましたが現在はただのオブジェと化しております。いよいよデカールの工程に突入。シンプルなカラーリングに見えますが、分割されたカウルをまたぐ箇所が多いので加工に時間を費やしそうな予感。最近女子界隈ではシール帳が流行っているらしいですね。私なんて十数年前からシール帳を活用している子さん組でございます。シールを交換するにはレートがあるらしく、娘に交換を申し込んだらまさかの交換拒否。このデカールに1000円近くしたのに100均のシールに負けるとは、どんな高レバレッジの取引を行っているのか将来が不安でございます。デカールフィクサー、爪楊枝、マークフィット。先の細いピンセット。デザインナイフ。綿棒。あとは水を揃えればデカールの工程は完璧です。さすがに綺麗なスタジオ27様のデカール。純正デカールに比べるとかなり量が多いようですね。この色の違い。経年劣化というのは本当に恐ろしいですね。青白バージョン用のデカールも用意されており夢が広がります。アメリカ GP であれジがセナとバチバチだった時のカラーリングでしたっけ？他にも各グランプリ対応に用意されていましたがマジで違いがわかりませんでした。ライトガンメタルに染め上がったカウル。想像よりもシルバー寄りですが私の脳内補正記憶ではもっと黒かったような。デカール作業は一番難しい箇所を先に済ませるのが鉄則。失敗しても最悪の場合塗装に切り替えることができますからね。社外デカールは基本的に分厚くて硬いので曲面には馴染みません。なので強力なマークソフターとドライヤー熱で無理やり曲げていきます。サスアームの取り付け穴を目安に貼りますが、角度は独自の判断で微調整する必要がありました。このようなサイドに長く続くラインは決まって交換でつながるのがよくあるパターン。左右でうまくつながってくれるか運任せですね。微妙にずれていましたが無理やり重ねて強制乾燥させました。フロントノーズのラインも先端で左右とつながるので非常に難易度の高い箇所。なかなか馴染まないデカールに手間取りましたがなんとか基本カラーが仕上がりました。すっかり日がこぼれ落ちる時刻が早まり、一気にひんやりとした空気が心地よいです。途中寄り道して模型店を巡りましたが、掘り出し物が残っているお店はなくなってしまいましたね。待ち合わせ先は焼肉屋さん。何やらお高そうなお店に私のそわそわセンサーがうなりを上げています。何を頼めばよいのかわからないのでお任せします。何か憎らしきものが出てきましたが牛なのかどうかさえ私にはわかりません。これだから駄菓子が主食のやつは。
なんだかんだ言ってとても美味しい晩餐でございました。こんな高級な食事は次々になることやら。なんか最優秀賞らしいです。Google レビューに私の食レポを書き込もうかと思いましたが語彙力のなさに断念。日本審判はクレジットカード会社の救命賞。設立は1951年。日本で最初の消費者信用販売会社でした。現在は三菱 UFJ ニコスとして事業を引き継いでいます。このような企業が F1 をサポートする時代だったのだと改めて当時の熱狂がわかります。エプソンといえば中島悟。1983年からサポートを継続している歴史そのもの。互いにパートナーシップを追い風にしました。ちょっと海外旅 YouTube に夢中になっていたらデカールが完全分離して浮いてました。海苔成分は流れきっているのでこのまま張らないように。こういう時にも活用できるのがデカールフィクサー。軟化剤を含まない海苔成分のおかげで難なく貼ることができます。この工程を踏まずにそのまま貼り付けると、密着力のないデカールがクリア層と共に剥がれる原因となります。1991年、巨額の資金と技術がぶつかり合う競争の F1。その片隅で一つの小さなチームが静かに牙を研いでいました。ティレル020。設計はハベイポスルスウェート。ハイノーズの思想をさらに磨き、軽く、鋭く、そして美しく。心臓にはマクラーレンが手放したホンダ V10。最新ではないですがその音には確かな鼓動がございました。モナコの街で見せたフロントロー。きらめく海と石畳の間を駆け抜けました。勝利はなかったですがその姿は誰よりも誇らしく、あまりにも新しい風をフォーミュラの世界に運んでくれました。このマシンは3年にわたり姿を変えながら走り続け、そして今もなお、そのハイノーズの思想は現代 F1 のすべてに息づいているのでございます。焼肉屋さんの会合が終わり移動した先は映画館。トロンの3作目を見に来ました。客席がらったらのレイトショーの最終上映。楽しみな作品なので贅沢に見ることができそうです。必ず見たい映画は IMAX シアターと決めていますが、疎開先から栄えた街に来るまでかなり大変なんですよね。スクリーンの向こうでまだ知らない世界が息づいている期待感。音が風になり星のような映像が降り注ぐ2時間ほどの世界線。物語が始まる前の一番美しい静けさにいつも見入られてございます。メインスポンサーのブラウン。モノコックとリアカウルにまたがる大型のデカールです。途中でカーブするカットが難易度を上げていますね。平面なので貼るのはとても簡単。ドライヤーで熱を加えてカットするラインを明確化します。新品の刃を寝かすようにまっすぐ引いてください。刃が横を向くと断面がギザギザになってみすぼらしくなりますよ。無事に分割成功ですね。断面はマークソフターを塗って内側に巻きつけるように処理します。手間かけさせやがって。なんとかうまく仕上がりましたね。
愛知県の丘に囲まれた岡崎市に一人の少年が誕生します。名は中島悟。300年続く農家の家に春風のように生を受けました。父はかつて空母で働いた整備兵。鋼と風の世界を知る人でした。その背中を見つめて育った少年もまた、機械の響きに心を奪われゆくのを避けられない巡り合わせ。畑を耕す音、エンジンの鼓動。どちらも彼にとっては命のリズムだったのかもしれません。高校に入ると地元でアルバイトをして購入したレーシングカート。初めて出場したレースで優勝し、彼はいつしか夢を機械の中に見つけていくことになります。1973年には鈴鹿シルバーカップシリーズに参戦。車を自分のコントロール下に置いて操作する喜びに開花しシリーズチャンピオンを獲得。1977年にはヒーローズレーシングからのオファーでプロデビュー。もしこの時に声がかかっていなければレースをやめようと思っていたそうです。FJ1300 を全7戦でポールポジション。全周回トップという圧倒的な強さでシリーズチャンピオンを獲得。1978年にはイギリスの F3 に参戦。日本のレースシーンとは全く違う世界。きちんと着飾った紳士がいる。女性も子供も観戦に来てレースを楽しむ文化がある。この景色の中で F1 に乗るのだと心に決めたそうです。その風は瞬く間に彼の名を運びます。農家の息子が風を追うものとなる。その足跡はやがて、日本のモータースポーツ史を変える道となるのでございます。フォーミュラキットの難しい箇所の一つがレアウィング。組み立てるのも苦戦するのですがデカールもかなりの慣れが必要となります。細い羽よりも絶妙に大きなデカールを貼り付ける所業。中央に支柱があればそれを避けるようにカットすることも必要となります。とても時間を溶かす作業の連続。機会があればぜひ挑戦してみるのをお勧めします。レイトショーが終われば23時に迫りそうな時刻。誰もいないショッピングモールを抜ける間に映画の余韻に浸ります。私の中でかなり期待感の強い続編でしたが少し物足りないストーリー。ですが終始浮遊感を感じる映像は素晴らしく、また続編に期待をしてしまいますね。外に出ると小雨が降っており気温もかなり下がっている様子。急いでも仕方ないのでのんびりとど田舎まで帰りましょう。リアカウルを装着する前のたった数分だけ眺めるサスペンション。この数分のために時間を費やして仕上げることに安らぎを感じる模型能。一度カウルを閉じてしまえば私が生涯を終えるまで封印を閉じたままかもしれません。エンジンヘッドカバーのエンブレムをエナメル拭き取りで仕上げます。100均のネイル用綿棒。
この作業のための商品かと思えるほどに秀逸。綿棒の重さだけで決して指先に力を入れないように、こすらず撫でるだけ、焦らずのんびりと、次第に現れるホンダの存在。その威風に当時の世界中のエンジニアがひれ伏したのでございます。デカールが乾いたのでデカールフィクサーやマークソフターの汚れを拭き取ります。水に浸したティッシュ等で軽く拭き取るだけ。しっかりと乾燥していれば水で丸洗いでもデカールは剥がれません。はじめの頃は丸洗いしていたのですが、また乾燥時間を取らないといけないのでやめました。街の明かりは少なくなり、一気に細く暗い国道を走ることになります。ちなみに鹿やイノシシ、アライグマにタヌキ、イタチに野良猫まで無数に存在する日本のアマゾンです。暗いヘッドライトに降り続く雨、そして街灯なんてハイテク装置など存在しない超ド級の田舎道。やべえくらいに真っ暗で笑った。最近これしか使う気になれない EX クリア。塗膜が硬くなり研ぎ出すのも手間ですが、相性やトラブルと無縁な気がします。美しい輝きを放つエキゾーストパイプ。わずかな色を乗せて立体感を演出しようと思います。極限まで薄めたクリアブルーとクリアオレンジ。ここでしか使い道がない 0.2mm のエアブラシで塗装します。ボディカウルのクリア塗装が乾燥するまでは小物類を仕上げる時間。サスペンションやシートベルトなどは好きな色に塗らせていただきました。このような地味なパーツが仕上げてゆくのは気分が乗っている時が肝心。このくらいのマスキングなら十数分。さっと貼ってサクッと塗ってしまいます。ホンダ CRA109E エンジン。開発責任者の後藤治が1989年に生み出した名機。ホンダは新たな時代に挑んでいました。F1 はターボ時代を終え 3500cc 自然吸気エンジンが主流となった時代。軽く小さくそして強力という理想を掲げ、
2年にわたる開発期間を経て V10 レイアウトを採用した RA109E を誕生させました。初期設計では80度バンク角をとっていたものの振動に悩まされ、慌てて72度へと改めることに。さらにレーシング用として画期的とも言えるバランサーシャフトを導入。タイミング駆動もベルトからギア駆動へと設計変更され、その決断は開幕の3ヶ月前に下されたそうです。そして迎えた実戦はマクラーレンに投入され16戦中受賞という圧倒的な結果を叩き出します。これによりドライバーズタイトルは3年連続、コンストラクターズタイトルも4年連続を達成。とはいえ苦難の痕跡も残っています。ピストンリング溝の急激な摩耗、ヘジテーションという不意に訪れるアクセル操作への鈍い反応。そのすべてが開発チームにとって明日の開業を呼び込む試練でした。このエンジンはホンダの精神が音と振動となって響いた特殊合金の集合体。鉄と炎と流線の画像が刻まれた歴史の一章なのでございます。お布団を片付けていたら黒猫が遊びたがっているご様子。大きくなりましたがまだまだ追いかけっこが楽しいお年頃。やるかやられるかのせめぎ合い。いくら過酷な野良生活を経験したからといって、私の数十年の生き様からすれば黒猫の思考パターンなど把握したも同然。ほれほれ。もう狩らずにはいられなくなるところに獲物がありますよね。寒い時期もお日様が入り込む縁側がお気に入りの黒猫。ずっと気ままに暮らせるといいね。時折あなたの水晶のように美しい眼球に見とれてしまいます。きっと私たちには理解できない感性で見える景色があるのでしょう。でも夜中に頭皮を爪でぶっ刺すのはやめてね。クリア塗装も乾燥してついにここまで来たかという感じがします。シルバー系の塗装はクリアのツヤ感が乏しいのが寂しいですが綺麗に塗れていますね。フロントウィングも研ぎ出し不要なほどに美しい。何やら後ろで娘が音読の練習をしているようですね。マジで研ぎ出しするつもりはなかったのですが、クリアを普段よりも厚塗りしたのでぽってりとした質感に我慢できませんでした。感謝状を渡す。さつまいもを食べる。歌うの。今回は研ぎ出し工程のすべてを中古の紙や素で研磨しました。何気に消費量が多くて気がついたらストックもないことがあるんですよね。なんだかんだ言って6000番も終了。8000番と1万番なんて磨いている本人が判別できない内容でしたのでぶっ飛ばし。綺麗になってうっとりしているところ申し訳ございませんがまだ続きます。長谷川様のセラミックコンパウンド。これを Amazon プライムビデオで映画を見ながら磨きまくる所業。ということはこのシーンは数十秒しかございませんが実際は90分は磨いているということですね。クリア塗装や研ぎ出しがない戦車のキットとか憧れますよね。そして仕上がったお姿。無様なクリア層の厚みが消え去りシャープな質感へと様変わり。唯一心残りはシルバー系なので鏡面のような塗膜が感じられないことでしょうか。サイドポンツーンに黒ぬこの毛ががっつり埋め込まれているのは内緒。懸念材料だったシートのはめ込み。
知恵の輪のようにシビアな隙間を狙ってはめることができました。フォーミュラキットのサスアーム類は穴を拡張せずに仕上げることは可能なのか。パーツの取り寄せが不可能な現在において無理やり押し込むのはリスクが高すぎます。あらやだやばい。プッシュロッドが貫通できなくてイライラしてきました。気を取り直してアーム類をすべて外してみましょう。塗装の厚みが限界に達していたようでギリギリの貫通劇でございました。もうちょいで塗膜を割っていたかもしれませんね。破損する前に拡張するのがはめ込み式の鉄則。ぶっ壊すくらいなら緩い方が断然マシです。細く長いアームの美しさ。またこんなフォーミュラの形に戻ってほしいです。フロントウィングの組み立ては少しコツが必要でした。まずは塗装を犯さない接着剤と固着するまで我慢できる信念。あとは均等に組み立てれているか確認できる目視力。タイヤは劣化を感じさせない綺麗な状態。たまに白い粉を吹いているタイヤがありますが、あれってどういう状況なのでしょうか。タイヤのパーキングラインやバリを削り落としてきました。これだけでも随分と仕上がりに差が出ます。ここで重要なことに気がつくのです。なんとタイヤマークがないんですよね。しかもダンロップならまだしもピレリとは、予備も持てませんしたミヤ様に問い合わせても在庫はないとのこと。ということで3000円という大金を支払いステンシルを購入しました。いや送料が600円超えてたのでほぼ4000円ですね。おそらく今回使ったらもうほとんど使い道がなさそうな気がします。本来24分の1用らしいのですが無理やり20分の1で使おうと思います。エッチングパーツも見た目は美しいのですがちょっと高額すぎやしませんか。無事に刑が合えば良いのですが。いやしかし裏表あってこれをまだ3回も繰り返さないとダメなんですか。タイヤマークの偉大さが身に染みます。ほんの少し歪んだり滲んだりしていますが雰囲気抜群でございます。私の愛車にも自作ステンシルでタイヤマークを再現したことがございますが、くっきりしているよりも少し滲んでいる方がかっこよいんですよね。いよいよ最終組み立てが近づいてまいりました。夢を燃やす音。情熱が気候をも貫く音。威風堂々たる光響。完璧を追い続けた魂の結晶です。
黒すぎて映らねん。暮らしは貧しく、厳しかった。背負いきれぬほどの負債と、届きそうで届かない夢。昼も夜も働き、家族を支え、一筋の風を信じて走り続けました。誰よりも寡黙で、誰よりも強くて、そして誰よりも気高くて、世界を相手に一人で立ち向かうあなたはパイオニア。幾千の観客の歓声の裏であなたは何度も天を仰いでいましたね。あの夜空の星たちはどれだけの孤独を知っているだろうか。こぼれ降りてきそうな光の粒を見上げながらあなたはアクセルを踏み込みます。最後のレース。エンジンの鼓動が30万人の歓声となりゆっくりと溶けていく。長い。あまりにも長いレース人生。それでも、フォーミュラをやめた後にあなたを待つのはもっと長いこれからの人生。怖くて。何かをやめるってこんなにも怖くて。こんなにも真っ暗なんだなって。静かに深呼吸を一つ。やりきった。もういいかな。と。ピットの明かりがゆっくりと滲み、遠くに夜明けの色が混じっていく。目を開けばそこに広がるまだ見ぬ道。まだ知らぬ風。そしてもう一度走り出すための世界。あなたはこの先、30年にもわたる壮絶な戦いと再生の旅路を歩むのでございます。ブラウン、切れるホンダ020。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。